こんにちは。行政書士社会言論士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は法改正について解説をしていきたいと思います。2024年4月にですね、法改正がある関係で、今かなりメディアでも取り上げられておりますけれど、2024年問題というのが浮上しております。この2024年問題、法改正に絡むものではありますけれど、すべての会社が対象というわけではなく、特定の業種、職種の方が対象という形になっておりまして、そのうちの一つであります運送業について今回は見ていきたいと思います。今回の概要ですけれど、2024年問題というのはそもそももうすでに適用になっている会社が多いかと思いますけれど、時間外労働の上限規制といったところに端を発しているといった状況になっております。もうすでに多くの会社では適用にはなっているんですけれど、一部適用の猶予という形で適用除外されている業種、職種というのがあります。こちらが2024年の4月から適用されることによって大問題だということで、2024年問題というのが浮上しているといった状況。そのうちの一つであります運送業について今回は見ていきたいと思います。そして最後に注意点とまとめという形です。まずはですね、時間外労働の上限規制についての基本といったところで、こちらは大企業につきましては2019年の4月、中小企業につきましては2020年の4月からもうすでに適用になっているので、もうほとんどの会社では適用対応済みというふうに思いますけれど、改正前につきましては、時間外労働というのはですね、もちろん上限というのはあったんですが、こちらはですね、大臣告示による上限という形になっておりましたので、罰則がなかったと、行政指導の可能性はありますけれど、罰則はなかったといった状況ではあります。こちらがですね、法改正によって法律で残業時間の上限を定めるという形になって、それを超えた場合には罰則の適用もあるという形になりましたので、2019年、20年あたりに関しましてはかなり大きな問題になって取り上げられたといった状況ではあります。従いまして、罰則の有無だけで考えますと、労働時間の上限というのは月45時間、年間360時間というのは今まで通り変わらないといった状況ではあります。また、それではどうしても業務が収まらないといった状況も臨時特別な状況で出てくるという可能性もあるので、その場合はですね、特別条項というのを結んでいただいて、超えることができるよと。ただし、超えることもできるとしてもですね、一定の制限があって、超えることができるのは年間6回まで、6月までといった状況になって、時間外労働の上限というのが規制されているといった状況になっております。こういった中で多くの会社ではすでに適用になっているんですが、この3つの業種ですね、につきましては、適用猶予という形で、当初は適用は見送られていたという形になっております。一つは建設の事業ですね、建設の会社さんになります。そして自動車運転の業務という形になるので、運送業そのものが対象というわけではない。また、医業に従事する医師という形になっております。その他にもですね、鹿児島県、沖縄県における砂糖製造業というのもあるんですけれど、こちらはちょっと省略をさせていただきます。そして今回につきましては、自動車運転の業務に関しての適用猶予が終わっての上限規制の話と、運送業における2024年問題という形になっております。非常にですね、運送業も含めてですけれど、適用猶予は終了するんですけれど、上限規制が他の一般の会社と同じような形で適用されるかというと、それぞれ少し業界、業種の状況に応じて異なるといった状況で、規制の仕方が違うといったところが非常に悩ましいところではあると。そして自動車運転の業務に関しましては、いわゆる年間特別条項付きで時間外労働をする場合につきましては、時間外労働の上限というのが960時間という形になっている。また、一般の会社にあるような月100時間未満、休日労働も合わせてという形になりますけれど、あとは2ヶ月から6ヶ月平均で80時間以下以内といった状況も適用されない。そして、
年間360時間、月45時間を超える月というのは6月までという形になっておりますが、自動車運転業務に関してはこちらも適用されないといった状況になっております。そしてですね、そもそも適用が猶予されていようがいまいが、法定労働時間を超えて時間外労働をする場合にはですね、サブロク協定届というのを出さなければいけないのがルールになっております。このサブロク協定届に関しましては、労働者に法定労働時間を超えて、もしくは法定休日に労働を行わせる場合には、労働者の過半数で組織する労働組合、労働組合がない場合は、過半数労働者代表ですねの書面による協定を締結をしていただいて、それを労働基準監督署に届けなければいけないという形になっている。そしてこちらもですね、2024年の4月以降は変わってくるといった状況で、この適用猶予の業種に関しましては、サブロク協定届でいろんなパターンがあってですね、何を出していいかわからないという方も結構多いんですけれど、運送業に関して言えばですね、限度時間を超える時間外労働が見込まれないという、場合にはですね、9号の3の4というのを提出していただくと。そして限度時間を超える可能性がある場合には、9号の3の5というのを出していただくという形になります。そして年間960時間までというふうにお話をしましたけれど、こちらは自動車運転の業務に従事する方になりますので、従事しない方はですね、原則通りの形での上限規制が適用されるといったところに注意が必要です。そして自動車運転業務に関して上限規制、少しまとめてみましたけれど、原則はやはり月45時間、年間360時間ですよという形になっている。ただし、臨時特別な事情がある場合には、年間960時間まで時間外労働をすることができるよという形になっております。そして月平均80時間だとか、あとは年間6回まで、6月までといった回数、これらの規制はかかってこないといった状況で、自動車運転業務に関しましては、非常にシンプルだなというふうに感じるかもしれません。ただですね、自動車運転業務に関しては、労働基準法上のこちらの規制だけではなく、国土交通省から出ている改善基準告示というのがあります。自動車運転に関してはこちらの規制がかかってくるといった状況で、こちらも守っていかなければいけないと。改善基準告示自体にですね、罰則の規定はないんですけれど、行政指導の可能性がありますので、こちらも守っていただくといった形になっております。なんで分かれているのかというところですけれど、労働基準法自体はすべての産業に一律に適用されるというのが原則になっておりますので、やはり自動車運転等、特別な業務、仕事の対応という形になるので、そこに合わせた形でのルール作りというのがされているといった状況。そして改善基準告示自体もですね、労働基準法改正に伴って2024年、令和6年の4月1日から改正という形になっております。この改善基準告示の対象になるのはですね、いわゆる労働者の方であって、4輪以上の自動車の運転業務に従事するという形になってきますので、運送業で働いていてもですね、運行管理者の方だとか、配車担当、配車係の方に関しては、原則として適用されないという形。ただ、頻繁に運転業務を行うのであれば対象になるといった形。そしてこの改善基準告示で非常に特徴的なのが、拘束時間というのを定めているといったところです。労働基準法上、拘束時間というのはないんですけれど、改善基準告示においてはですね、拘束時間というのが定められているといった状況。そしてこの拘束時間というのは、いわゆる休憩時間、労働時間、仮眠の時間等を含めた始業から終業までのすべての時間といった形になってくるので、労働時間が短くても休憩時間が長いと拘束時間が結果として長くなるという形になるので、改善基準告示に違反をする可能性があると。また休憩時間が長くなると今度労働させる時間が短くなってしまうといったところになってくるので、この総枠での拘束時間というのも考えて労働を考える必要が出てくるといった形になっている。
そして自動車運転といってもですね、いろいろパターンが出てくるかと思います。改善基準告示に関しましては3パターンですね。トラック運転者、タクシー、ハイヤーの運転者、そしてバスの運転者という形で、それぞれ特殊性に応じてですね、規制がかかってくるといった形で、トラック運転者に関しましては年間の拘束時間というのが、4月1日以降は原則として3300時間といった形、そして1ヶ月に関しては284時間といった形で、それぞれ法改正が予定されているという形になっております。そして最後に注意点ですけれど、サブロック協定届ですね、年間960時間まで時間外労働することができるという形になっておりますけれど、改善基準告示にも違反をしないのを確認をした上で、サブロック協定届は出してほしいと思います。例えばですね、法定休日というのは2週に1回までというふうになっている。そしてですね、1日の最大拘束時間は15時間、休憩時間を含むというふうになっておりますので、逆算をすると、1日の時間外労働の上限というのを原則として6時間がマックスという形になっておりますので、7時間、8時間と書いてしまうと、サブロック協定自体に違反をするわけではないですけれど、改善基準告示に違反をしてしまう可能性があるといったところで注意が必要と。そして、4月1日から上限規制が始まるにあたってですね、まずは労働時間の適正な管理と把握をしてほしいというふうに思います。多くの会社はですね、デジタコを導入しているかと思いますけれど、こちらで運行時間等の管理はできるんですけれど、点呼ですとか清掃整備、会議等の時間というのはデジタコに記載されておりませんので、そこまで含めて労働時間として管理することが必要と。また、客先等でですね、待機をしている時間を休憩時間として、労働時間として把握をしていないケースも結構あります。また、休憩時間というのを正確に把握をしていないケースもありますので、このあたりですね、労働時間の適正な管理と把握というところから努めてほしいというふうに思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。